皆さんこんにちは。お元気ですか？僕はこの数ヶ月間でいろいろなことが変化しました。僕たち家族は今年長年住み慣れたマンションを離れ、新しい家に引っ越しました。新しい家として選んだのは町外れの静かな住宅街にある少し古くて小さな家です。小さな庭と小さな倉庫もついています。ただいま。2階には仕事部屋を作りました。整理すべきことはたくさんありますが、ひとまず新しい生活が始まりました。YouTube を始めて3年余りが経ちます。今年は YouTube の活動がきっかけでたくさんの新しい出会いがあり、そして新しい仕事を経験しました。本の出版もしました。これまで考えられなかったような経験です。気がつくとこの1年は珍しく忙しい日々を送ってきたように思います。いろいろなことが一段落し、ようやく今になって自分の生活を見つめ直しています。年の暮れが近づき、後ろに冬の山が恋しくなりました。引っ越して初めてキャンプに出かけようと思いました。山間部の寒さに備え、大きめの薪ストーブを手に入れました。一人で使うのはやや大きいかもしれません。家族や友人たちと過ごすことを考えるとちょうどいいように思います。妻の実家で薪をいつもより多めにもらいました。お礼に薪を一山割って帰ります。僕はもともと一人で行動することが多い人間です。何かを始めるときも、何かを決断するときも、そういう時期には特に進んで一人になることを好みます。
そんな性格ですが、時には長く続く友人もいます。この友人とは10年以上の付き合いになります。僕たちが初めて2人でキャンプをしたのは秋の暮れ、急激に寒さが増した山間部のキャンプ場でした。その頃は何の知識もなく、寒さをしのぐ道具は何一つ持っていませんでした。その日は寒さで眠ることができない厳しい夜になりました。それでも星を眺め、焚き火を眺めた時間は温かい思い出です。この日は珍しく風のない静かな夜でした。薪ストーブは予想以上にテントの中を温めてくれます。テントの中にいると、ここが冬の山間部であることも外の気温も忘れてしまうほどです。僕のやっていることはずっと前から大して変わっていないようです。考えてみると、20歳になった頃から一人で山へ行き、星を撮っていました。当時はフィルムカメラを使っていました。その頃はまだフィルムが主流だったのです。環境や役割は日々変わっていきます。しかし大切にしていることは何年時間が経っても大して変わってはいません。
そしてこれから先も大きく変わることはないように思います。僕たち家族にとって新しい生活が始まりました。僕の中にも新しいリズムが芽生えつつあります。まだ子供たちが目を覚ましていない早朝の数時間、大切な仕事を終わらせます。子供たちを送り出します。午後からはあまり気を張らずに済む仕事をこなします。夕方からできる限り子供たちとの時間を過ごします。こういう日がしばらく続き、ささやかな生活のリズムが作られようとしています。最近になってようやく新しい生活に体が馴染み始めたように思います。早朝になると目が覚め、熱いコーヒーを入れて仕事部屋に向かう。机の上には今日も編集したい素材が並んでいます。ようやく自分のリズムが作られようとしています。僕にはまだまだ編集したい物語、撮影したい風景がたくさんあるようです。